こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は末梢検査3改訂版をお送りします。まだ末梢検査1、2を見ていない方はそちらを先にご覧になることをお勧めします。それでは最初に完成イメージをご覧ください。それでは完成イメージを見てみましょう。こんにちは。今から検査を始めます。この3つの図形より1つ選んでください。目標図形はバナナです。次に表示される画面でこの図形をすべて選んでください。用意ができたらメディア印キーを押してください。探索経路を表示するには下のボタンを押してください。ブルーのボールは間違いを示します。う。再表示するに再度は検査を行うにはグリーンフラッグを押してください。探索経路を表示するには下のボタンを押してください。こういう感じで完成しました。バージョン3においては探索路の表示を行うためにボタン2とボールのスプライトを追加しています。ボタン2は探索経路表示を行う場合の選択ボタンとして使用し、ボールは探索路の選択位置を示すために使用しています。そして探索経路の座標を記録するため X アンダーラインポジション、Y アンダーラインポジションリストを作成し、正誤表として True アンダーラインフォルスリストを追加しております。こちらにボタン2の設定を示しています。まずスプライトの取り込みからボタン2をプロジェクトに取り込み、コスチュームを選択します。そしてエディターの中の T を選択し、探索経路表示と入力します。最後に表示位置と文字の大きさを調整してコスチュームを完成させます。プログラムの修正について説明します。まずステージのコードでは、グリーンフラッグが押された時の下では、変数を隠すの下にペンの全部消すを入れます。これは探索路グラフィックを最初に消して画面をきれいにするためです。また、説明して送って待つの下に、オリジナルを隠すブロックを追加しておきます。こちらのコードは変更はありません。こちらのコードにおいては、リスト X アンダーラインポジション、Y アンダーラインポジション、True アンダーラインフォルスの部分の追加が必要になってきます。変数初期化においては、これらのリストのすべてを削除するを追加します。また、変数を表示ブロックにおいては、これらのリストの表示及びメッセージ、探索経路ボタンを表示を送るを追加しておきます。そして、変数を隠すブロックにおいても、これらのリストの隠すブロックを配置しメッセージ、探索経路ボタンを隠すを送るを追加します。また、探索経路画面初期化を受け取った時においては、変数を隠すブロックを追加しておきます。スペースキーが押された時のコードの追加部分を赤枠で示しています。音声メッセージで、探索経路を表示するには下のボタンを押してください、と喋るブロックの追加です。こちらは Apple のコードの修正点を示しています。赤枠の部分で、探索経路画面初期化を受け取った時の下に、このクローンを削除するを入れます。これは前に描いた Apple のクローンを消すためです。同様の変更をバナナ、オレンジについても行います。Apple のコードの変更点の続きです。このスプライトが押された時の後半の部分に赤枠で示すコードを追加します。Apple が押されると、そのスプライトの座標をリスト X アンダーラインポジション、Y アンダーラインポジションに追加します。そして選択された座標が Apple の場合は1であれば True をそうでなければ間違った図形ですので False を追加します。こちらも同様にバナナとオレンジにおいても修正していきます。この場合バナナの場合は2、オレンジの場合は3に修正しておくことを注意してください。こちらはボタン2のコードになります。すべて新規に追加します。探索経路ボタンを表示を受け取った時の下には、表示探索経路ボタンを隠すを受け取った下には、隠すを追加しておきます。また、
このスプライトが押された時、ブロックには探索経路画面初期化を送ると探索経路を描くを送るを追加します。こちらはアビーのコードですが変更はありません。次にボールのコードになります。こちらはすべて新規になります。拡張機能、ペンを使用しますので最初に取り込んでおきます。探索経路画面初期化のメッセージを受け取ると、最初に画面をクリアし、ペンを上げます。これはボールが移動した時に線が引かれないようにするためです。そしてボールを隠した上で、前に描かれたボールのクローンをすべて削除します。探索経路を描くを受け取った時のコードは、線を描くを送って待つ、ボールを配置する送って待つを追加しておきます。これらのメッセージはすべて新規に作成しておいてください。そして、ボールを配置するが終わるとボールを隠して音声で、ブルーのボールは間違いを表示します。と喋らせます。こちらは、線を引くを受け取った時のコードになります。まずペンを上げてスタート位置まで移動します。カウンターを0としてセットします。カウンターは、今どの位置を描いているのかをセットする変数となります。最初に1番目の座標に移動し線を書き始めます。そして true アンダーライン false リストの個数分だけループを繰り返します。次にカウンターを1つずつ増やしていき、カウンターで指定した座標位置に移動させます。この時線が引かれます。線を描く間隔は 0.5 秒単位となります。描き終えるとペンを上げてこのサブプログラムを終了します。こちらもボールのコードとなります。ボールを配置するを受け取った時のプログラムは、変数カウンターを0にセットし、図形が選択され、目標図形が選択された回数分だけボールのクローンを作成します。クローンが作成された時のコードが右のコードとなります。まずクローンを表示してカウンターで設定された座標値を取り込み、その位置にクローンを表示しますが、この時 true アンダーライン false リストより正解であったか、間違いであったかを確認し、正解であればボール A のコスチュームを間違いであればボール B のコスチュームを表示するようにします。そして、カウンターが1の場合はスタート位置に、スタートという吹き出しを表示するようにプログラムをしています。これで今回のプログラムは完成となります。ご視聴ありがとうございました。